皆さん、こんにちは。しぶきひかりです。ご覧いただいてありがとうございます。この動画では、私の自己紹介と魂の目覚まし時計というタイトルの意味についてご説明をしていきます。言いたいことを忘れちゃうので、カンペを見ながらお話しするんですけど、聞きづらかったらごめんなさい。まずは、この動画をご覧いただいて、私が何をしている人なのか、あなたにどのようなことをお伝えしていきたいと思っているのかを知っていただけたらと思っています。まずは自己紹介からしていきますね。私は破壊と再生の巫女ヒーラーであり、ツインレイです。この時点で情報量が多いって感じてくださる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、この動画は自己紹介とかこのチャンネルの取扱説明書みたいなものなので、ひとまずね、今日割愛したいと思います。私はボイストレーナーとしても活動してるんですけど、活動内容によって名前を変えてます。このチャンネルでは巫女ヒーラーとしてのライトワーク活動にフォーカスをしていきます。続いて自己紹介の詳細。まず1個目。破壊と再生についてですね。突然なんですけど、皆さんの中には自分ってなんかくすぶってないとか、生きづらいなとか、本当に分かり合える人っていないんだよなとか、人生や人にモヤモヤをね、抱えて生きているっていう方いらっしゃいませんか？破壊と再生という名の通り、私とセッションされた方っていうのは少なからず心が揺さぶられる経験とか破壊されるっていう経験をなさるんですね。もちろん乖離をしてたり自分に向き合ってないっていう場合は響くのに時間がかかったり、人によっては拒絶をしちゃうっていうね方もいらっしゃるので、その場では揺らがないっていう場合もあります。世の中のヒーラーさんは多分私とは違って破壊するっていうねことはないと思うんですけど、私は巫女でもあるので、一旦出来上がっているものでもあなたの魂が本当は望んでいない形だったとすると、セッションする中で自然にね揺らぎとか破壊が起きちゃうんですね。それだけ聞いたらね怖いですよねで壊さないでほしいですしね。でもそれは再生のための揺さぶりとか破壊になるので、本来のあなたの魂に戻っていくためのプロセスだというふうにお考えください。言い方を変えると殻を破るっていう表現もできますね。続いて自己紹介の詳細の2個目。ヒーラーだけじゃなくて巫女でもある理由ですね。私が巫女ヒーラーって名乗る理由なんですけど、私は直感が鋭い上に引き寄せる力もめちゃくちゃ強いんですね。人生相談とか恋愛相談をされやすいっていうこともあるんですけど、過去には全て見透かされてるようで怖いっていうふうに言われたこともあります。相談相手が話は聞いてほしいんだけど自分に向き合わされるのは怖い。だからちょっと距離を置くみたいな、そういう反応になるのは巫女的かなと思います。でもヒーラーでもあるので、私と話したり一緒にいると落ち着いて眠くなるとか、癒されるとか、包まれてる感覚になるとか、中にはねお話をする機会が生きがいだっていうふうにおっしゃってくださる方もいます。ただし私は霊感があったり霊視ができるわけではないので、今後の私の学び次第では動画の内容をアップデートし直して配信をねするっていうこともあるかもしれません。その場合は改めて新しい動画の中で整理しながらご案内をしていくのでご了承ください。
続いて自己紹介の詳細の3つ目ですね。翻訳の意味についてです。私の役割を翻訳としているのは、私は宇宙と皆さんとを橋渡しするガイドの役を担っているからなんですね。まだあなたの魂が目覚めていない場合、急にスピリチュアルな話だけ聞いてもめちゃくちゃ怪しいっていう風に感じるかもしれないですし、目覚めていたとしてもスピリチュアルサイドからの話は入ってこないとか、物理的科学的に話してもらえないと入ってこないっていう方もいらっしゃいます。あとは自分のことに全く気づけないように設定をして生まれてきてるっていう方もいらっしゃるので、いずれの場合も翻訳されてようやく理解ができるとか納得できるっていう方も多くいらっしゃるので、私ができるだけ分かりやすく体系化したり言語化をしてお伝えしているっていうわけなんですね。でもこの動画に限っては細かい説明をねすごく省いてしまってるので、スピリチュアルの世界が初めての方にとってはもうちょっとね何言ってるか分かんないなっていう動画になってるかとは思います。まあね、この動画に関してはそうです。続いて、私の立ち位置とスタンスについてです。このチャンネルでは主に個人統合を目指しているっていう方からガイド設計をしてきた方、ツインパートナーとの統合を目指している方まで、私の実体験から地に足がついたスピリチュアルのお話を翻訳していきます。スピリチュアルっていうとうさんくさいとかね、怪しいとか、そういう感覚の方もいらっしゃるかもしれないんですけど、このチャンネルの中では私がこれまで実際に体験してきた出来事をシェアしていくっていう形になるので、意外とね普通に聞けてしまう内容だったりもするんじゃないかなって思ってます。世の中には押し付け系の人もいたりするので、そう思ってしまう気持ちもねすごくよくわかるんですけど、私は霊視ができない分信じてとも言わないので、そのあたりはね安心していただけるんじゃないかなと思います。ただし大切なことなので改めてお伝えしておきたいんですけど、私はスピリチュアルを信じてくださいっていうふうに強制するつもりは毛頭なくて、もう必要な人にね届けばいいなっていうふうに思ってます。私の話だとピンとこないっていう方とか、今のタイミングじゃないよっていう方とか、スピリチュアルはとにかく信じたくないんだっていう方とか、いろんな方がいらっしゃると思うので、私はね皆さんが幸せであればもう正直何でもいいと思ってるんですよ。なので、それをねご理解いただいた上でご覧いただけたらと思います。続いてこのチャンネルで具体的にお話しすることについてですね。ご自身で設計なさったブループリントの設定がわからない方でも、私の話す内容がピンとくる方とか、すんなり納得をできるっていう方は、先ほどの個人統合を目指しているとか、ガイド役、ツインパートナーがいる、いずれかのね要素をお持ちだったり、後に目覚める方である可能性があるんですね。私がお話しする内容の出元になっているのは、魂アカデミーっていう私のオリジナルの魂成長メソッドと、心理学を踏まえた心の要素、ボイストレーニングを踏まえた体の要素、そのトライアングル構造をベースにして、たまに数比も取り入れてお話をさせてもらっています。皆さんが現在地を知って、この先のフェーズではどのようなことと向き合っていけばいいのか、
あなたの本当の魂はどこを目指しているのかということに気づいていただくための目覚まし時計として活動しています。続いて、私の軌跡ですね。私はこれまで自分がたくさんのマイノリティとされる要素を持ち合わせていることにより、人間関係において苦難の多い人生を歩んできました。ADHD、ASD、エンパス、HSS 型の HSP、感覚過敏、それらと向き合いながらさまざまなトラブルを乗り越えて今のフェーズまでたどり着いた形になります。今となってはその要素は全てギフトだというふうに思えるわけですけど、その要素が私の普通であったがために、世間でいうところの普通とは違ったので、いろんな人にもうめちゃくちゃ迷惑もかけてきましたし、傷つけてしまったことっていうのもすごくたくさんありますし、いわゆる不器用で生きづらい人生を歩んできたんですよね。もしかしてこの動画をご覧になってくださっている方の中にも、発達障害に苦しんできた方とか、敏感すぎて人に疲れちゃうよっていう方とか、家庭環境が複雑だったっていう方、茨の道コースの人生ばっかり歩んできた方、繊細で感受性が豊かすぎるので人と馴染めなかったっていう方もね、いらっしゃるかもしれません。実はそれはあなたがこれから目覚めて変容していく魂であるからかもしれないんですよね。続いて、私がお伝えしたいことです。私はそんな皆さんに、今現在のあなたが本来のあなたの魂が求める道を歩んでないんじゃないですか？逆行していませんか？気づいてないからこそしんどいんじゃないですか？っていうことを、伝えたいというのと、苦しんできたあなたの魂にエールを送りたいっていうことから、このチャンネルを立ち上げることにしました。今後は私の実体験のシェアをしていきつつ、皆さんからのご質問とかリクエストにお答えしながら、皆さんと一緒にこのチャンネルを大切にね、育てていけたらなと思ってます。なので、ご質問やリクエストいただける方はコメント欄からね、ぜひいただけると嬉しいです。内容がわからない方にとっては、この動画はね、めちゃくちゃ情報量の多い説明動画になったと思うので、ちょっと疲れちゃったかもしれないんですけど、大丈夫ですか？気絶してませんか？ここまでね、聞いてくださってありがとうございます。ここまで動画をご覧になってくださった方は、なんとなくね、私が何をしている人なのか、このチャンネルの全体像はどんなものなのかっていうことは、ぼんやりお分かりいただけたんじゃないかなと思います。そもそもなんですけど、私は人に伝えたいことなんてないし、みんな好きに生きればいいじゃんって思ってきた人なので、こんなにも言いたいことがある今の自分に、私自身が一番驚いてます。でもね、周りで応援してくれたりとか支えてくれる人たちがいて、やんなよって言って背中を押してもらって、やってみようって思ってついに行動したっていう形になります。ということで、ここまでね、聞いてくださってありがとうございました。これからもどうぞよろしくお願いします。鈴木ひかりでした。